じゃあ大将、今日よろしくお願いします。いや、こっちこそよろしく。薄くスライスタイプのガリ、甘さというよりは酸味と辛みでしっかりキレのある目が覚めるタイプ。シャリは2種類。紅白ですよ。紅白、白と赤で、いきなりこれお通しがシャリ玉2種類の食べ比べですか？こういうので使ってます。濃密ですね。すごいなみなみ、サービス精神がすごいな。あん肝と奈良漬けは鉄板組み合わせ、そこにちょっと甘めで華やかな日本酒。幸せです。この提供の仕方が非常にユニークですね。かぐや姫みたいな、すごいホクホク系だ。ここでも焼きたてのお餅とからすみを食べてる、なんかちょっと実家感みたいなアットホームさもなんか感じるな。ノスタルジーな一品。繊細ですね。小肌と金目鯛と生アナゴですね。もちろん小肌も生で。生の小肌の刺身。今日は鮮度が良かったんですを塗ってないです。江戸前の仕込むネタをあえて今日は鮮度がいいから生でいくっていう。そういうことですね。これ珍しいですね。少しでもちょっと他の店とは変わった方法で来てもらいたいんで。はい。いや、これちょっとびっくりしました。小肌生って初めてかもしれない。生の小肌ってこんな味するんですね。アジタス小肌割る2みたいな感覚ですね。ちょっと変わった味ですね。これアナゴですか？これ結構衝撃。やっぱりお刺身めちゃくちゃ美味しいです。白身は白シャリで握るんですね。そうですね。でブリンとちょっとさっきの生アナゴみたいなブリッと感が美味しいです。いやー、生車エビってこういう感じのフォルムになるんだ。食感マニアには最高のあとね、幸福感。濃厚。大将はどんなネタもやっぱこう包丁を入れていくんですね。これはね、なぜかっていうとね、はい。煮切りが
からここに乗るようにしてある。これが入ってないと煮切りが全部滑っちゃうから。煮切りが浸透していくんうん、ですか？そう、切れ目だと。切れ目の間に溜まっててくれるんで、はい。ちょっとイカそうめんみたいなところもあれば、やっぱ斜めに入ってるところはかなり表面積増えてねっとりで、そこにシャリがアシストしていく感じで、塩によってまた甘みが増幅される手の込んだ職人技のイカの握り。うまい。寿司白人さんは、はい、行きたいってなったら予約はどういう方法で取ればいいでしょうか？予約はお店に直接お電話していただくか、あとホットペッパーグルメ、食べログ、あと一休も空いてたら飛び込みとかで飛び込みで来ていただいて、お好きなつまみとか握りを食べていただく。予約の場合はコースじゃないといけないとかそういうことはないんですか？そんなことないです。席だけ予約でお好みでも OK。 そうですね、まあお一人参加だね。寿司界の横綱マグロ、ここで登場。シャリは赤酢のシャリ。柔らかい。口どけがめちゃくちゃいいですね。切り付けが本当にでかい。こんだけ味が強いマグロ、赤酢のシャリがあればしっかり受け止めてくれる感じがある。やっぱりもう甘さが全然違いますね。あ、そうですか。めちゃくちゃ味が濃いですね。やっぱ余韻が全然赤身と中トロとちょっと違いますね。ね、7、8人で貸し切りでやりたいんですけど、寿司以外はできないんですかって言われた時は、フグの餌とかね、あとは天ぷら、寿司を握ってる時天ぷらの匂いっていうのは本当はあんまりさせるべきじゃないけど、はい、貸し切りならできるから、で車エビの天ぷらももちろんうまいし、タイの天ぷらとかそういうのもできるんで、まあ8人から10人くれてしてくれれば。生アナゴの握りが来ましたか。結構ボキボキかなと思ったら、やっぱ大将が包丁入れてくれてるからかなり食べやすいですね。そうね。でまたやっぱこう磯の香りがすごい香ってきますね。塩の香りが。生の肝ですよね。生ですね。この肝が意外とちょっとマニアックで、自然と心地よい噛み応えでスルッスルッとほどけていく。そこに白シャリがすんごい合う。美味しい。うわ、なんだこの食感。ちょっと紐っぽいプリッと感もあるし、でも噛めば噛むほど、最初のファーストバイト以降はもうかなりミルキーでとろける感じの絶妙なおつまみ。
塩イクラ、バフンウニ、キャビア、金粉、シャリ、ゴミ一体の繊細かつ大胆な一口、最高です。お任せでやる場合は何種類でしたっ2種類け？2種類で、金額が8000円のコースと1万2000円のコースで、今日は1万2000円のコースにちょっとお酒いただいてるっていう感じですよね。白桃オリジナルきた。これうまい。高菜のシャキシャキ感とやっぱマグロのふわっと感とやっぱ納豆とシャリがまたもうめちゃくちゃ合いますね。日本人でよかったっていう気分になれる巻物ですね、これは。染み渡るうまさ。甘くて美味しい。カステラみたいな。大将、これなんですか？アナゴです。生？もちろん生、朝咲いたやつです。プリップリのやっぱ本当ヒラメのちょっと強めのゴリゴリのエンガーみたいな食感だけど、噛むとすんごい脂が口の中に広がっていくので、何これうまっ。生アナゴの握りがきましたか。ちょっと骨を感じるワイルドなエンガーだと思いますね。このでも200-300のアナゴでこんなに歯ごたえがあるんですね。これでも目隠しして食べたらヒラメの縁側っていう人すごい多いと思いますね。この生アナゴの食感と味は。今朝これ仕入れてきたのですか？もちろんやっぱフレッシュなんですね。だからまだプリプリしてる。いやでも脂がすごい、噛めば噛むほどジュワッジュワって出てくるんで、ちょっとびっくりしました。寿司白人さんのこだわってらっしゃるところとか大切にされてるところってどんなところですか？アナゴの生とか、はいそういうものをもう入れて、今までと感じが全然違う寿司をプラスに入れてみて、で美味しいものをどんどん追求していって、北浦和にはないものを少しずつでも入れていきたいんですよね。で美味しいものを出すってことが根本的にあるんで、できる限りいろんな人に来てほしいですね。こう寿司に限らず、フグなんかも少しやってたんで、はい、ここでもしフグも食べたい、天ぷらも食べたい、家族とかそういうので何かこう会社の関係でも使ってみたいっていうようなことがあればね、いろいろこう相談してみたいんですけどね。どんな方ですか、大将は？でもやっぱり仕事に対しても魚に対しても、いいものを出したい、新鮮なものを出したいっていう、こだわりは一緒に働いてて強いなっていうのを感じましたし、そういうわけですから頑張りましょう。はい、頑張ります。いやでも今後も頑張ってください。はい、今日本当楽しかったです。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。これとこれがフレッシュ。いや、それはフレッシュ。フレッシュ。これが4日目。4日目売れてる。
ってきても